皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今週はスポーツメディアを考えるということをテーマに、スポーツゴジラについて、思いっきり喋っていただいているということなんですが、編集長の長田渚さんに来ていただいています。はい。長田さん、今回もよろしくお願いします。お願いします。ということで、このスポーツゴジラを取り上げて2回これまで、語っていただいたんですけれども、この紙媒体でフリーペーパーで続けるということで、今67号まで来ましたけれども、100号までとにかく頑張って、頑張ると言っておられるでいいのかな、頑張ってほしいとも思っているんですけれども、これは、だいぶ日本のスポーツが変わったとも思われます。20年間これまでやってこられて、日本のスポーツも変わったし、メディアも変わったし、というふうに考えたら、メディアの方はかなり変わったけど、スポーツの方は変わってないな、なんて私は思うんですが、長田さんはどう思われてますか？まあ、変わってきているところもあるんですが、いや、旧態依然として、10年経っても20年経っても変わらないのかなと思う、がっくりすることもよくあります。がっくりすることを一つぐらい教えてください。どこにがっくりされてますか、日本のスポーツが。いや、がっくりするのは、体罰問題で時々ひどい目に遭ってしまう人、パワハラ、セクハラ、はい。そういう、まだこれかっていうような気持ちになりますし、なんか、大昔から変わらず、そして一発ぐらいならいいだろうって必ず言う人がいたりして。必ずいますね、必ずいるんですよ。で、その新聞なり何なりを見て、メディアを見ても、一発ぐらいで止めときゃよかったのになとか、そういう発言が未だ出るっていうのも情けないし。なるほどね。スポーツメディアの方が、変わらないっていうようなことは、スポーツメディアに対する何か不満みたいなものは変わらず抱いておられますか？スポーツメディアとしては、スポーツ新聞も、はい。ネット社会に吸収されつつあるので、本当に、心血を注いだ記事というものがあまりないし、ぜひぜひ紙媒体でお届けするのはっていう気概もあまり感じられなかったり、残念だなと思うこともしばしばですね。そうですね。私はナンバーに対してすごく不満を抱いてる人間なんですけれども、何年か前かな ?2 年前かな、ナンバーが将棋の特集をやったんですよね。はい。この時は嬉しかったですね。将棋の特集やっとスポーツの中での将棋っていうものが語られるのかと思ったら、中にはスポーツのことが何にも書いてなかったんですよね。将棋のことばっかりで。将棋もスポーツの一種だっていう、マインドスポーツ。理屈、盤上遊戯のその面白さ、スポーツとしての面白さ、囲碁が今までアジア大会の正式種目になったこともあるっていうようなこととか、いうことが、全く触れずに将棋のことばっかり書かれて、もう、こんなやろうと思ったんですけどもね、なかなか理解が進まないのかななんて思いますけれども、これからスポーツゴジラは、どのような方向に進んでいこうというようなことを考えておられますか？まずはスポーツゴジラとして最大に時間をかけてやってきたセカンドキャリアを、もうちょっとネットを持ちたいと思っていて、で、セカンドキャリアで、要はこのスポーツをやってきて、
私はこんなに良かったと思うと。それは結果が出なかったかもしれないけれども、一つのことをやったことにおいて、こんなに広がったり、自分の視界が鮮明になったりしたことがあった。ああ、良かったなと思う人が一人でも増えていって、それを、こう、後輩や子供たちに語っていけるような形にならないとダメだろうなと思っているんですよ。で、そのために、セカンドキャリアが、あんまり、一人でやるもんでしょみたいに思ってる人がそれぞれいて、ゴジラ、実はすごく助けになるように、今まで出したものを全部貯めて、いっぺんに読めるようにしてるんですけど、みんな、エリートスポーツマンとしても、スポーツを心からやっても、寿命が来るっていうことについての、こだわりがまるでないっていうか、あると突然、わあ大変だみたいになるんですけど、やっぱり視野を持って、いろんな勉強するっていう言い方あんまり好きじゃないんですけど、いろんな学科をやっといて、勉強することの面白さを手に入れとく。そしたらいつからだって、今までやったスポーツと、これからやろうとするものの何かを結びつけて考えることができるっていう。研究したり、いろんなものを手繰り寄せたりすることの面白さっていうものを分かってほしいなと思うんです。勉強嫌で嫌いでっていう、そういうカテゴリーではなく、面白いよ。分かんないことを分かると、すごく視野が広がるよっていうことを分かってもらえるような教育をしとかないと、スポーツしかしてこなかった。だから何にも分かりませんっていうふうになってしまう。どうしたらいいんだろうみたいな。そうではなくて、すべて応用が効きますということを、もっともっと周りの人も言うべきだし、嫌なものをやるんじゃないですよ。面白いものをやるんですよ、勉強って。そう思ってほしいなと思ってるんですけど、玉木さんどうですか？勉強好きでしょ？私は正直に言いますと、勉強の大好きな人間なんで、勉強ほど面白いものはないと、いつも孫に喋っているんですけれども、孫はなかなか理解できないみたいで、だって勉強ほど面白いものはなくって、もう一生勉強して、金稼がなくてもいいならば、私勉強だけしてたいっていうぐらいの人間なもんで、ね、ただ、驚きとか、ワクワク感ですね。そういったものが勉強の中にはあるんだっていうことに、どれだけうまく気づけるか。要するに、それに気づけるきっかけですね。そのあたりが、スポーツやってる方には逆に本当はあると思うんですけれどもね、気づくかけ。ただ、ゴジラで、セカンドキャリアのことをやっておられて、ゴジラで出てきたセカンドキャリアの方で公認会計士の方が出てきたり、それから、J リーガーから弁護士になられた方が出てこられたり、あるいは、西洋レストラン、イタリアンの、レストランのオーナーシェフになられた方がおられたりとかっていうことを、ゴジラなんかでは当たり前に載せられたのが非常に面白かったということがあるんですが、やっぱりその辺は意図してやられたっていう感じがありますか？最近は医者になる人もね、増えてはきてるので、そうですね。変わってはきてるんですけど、こういう人たちは特殊だっていうふうに捉える人が多いんですよ。だからそうではなくて、誰でも本気になって、何かを手繰り寄せて勉強しようと思ったらできるよっていうことをスポーツから学んでおかないといけない。それがないんですよ。つまり授業中は寝ていた。寝てないと練習ができないから寝てたんですと。体が持ちませんっていうような生活の仕方を随分してきているので、授業聞いてなきゃ分かんなくなるのは当たり前なんですよね。でも寝てる時間になってるわけですから、それは、授業する側も変えていかなきゃいけないと思ってて、なんか知らないことを知って、って言って、知らない人から話を聞いて面白い役に立つぞっていうことを、なんでもっと身近な人に感じないのかなと思ってます。ということは、長田さん、最近の、私なんか最近のアスリートはかなり変わってきたって
っていうことにも思うんですけれども、逆に日本のね、組織の方がまだ変わらないなと。もうはっきり言っちゃうと、スポーツ協会であるとか、JOC であるとか、いろんな、スポーツ組織ですね、何々協会っていうのがある中で、まだまだ古臭いところが多いなっていうのに、ちょっと苛立つところがあるんですけれども、その辺の批判っていうのは、スポーツゴジラでは、あまり直接的にはされてきてないですよね。例えば、プロ野球の批判に対しても、野球の組織の批判っていうのは、こういうものは、こういうことよりも、もっとそのアスリートの方で直していこうというような意図があるのかどうかっていうのは、その辺どう考えておられますか？いっぱい変なことはあると私も思ってます。でも、人間育てるときと同じで、いいところを伸ばすようにしていくと、悪いところは相当消えるっていう印象を持ってるんですよ。で、いいな。例えば日本スポーツ協会の中にもキャリアサポートコンソーシアムっていうのがあって、セカンドキャリアのことについての、なんて言ったらいろいろと携わっている部門もあるんですよ。でも全然宣伝してないから、こっちが行って取材をさせていただくことはできるんですけど、なんで PR しないのかなっていう不思議なところもあるし、で、非常にスポーツ持ってる本来の閉鎖的な部分、あると思います。協会の変なところもたくさんあるんですけど、もっとそれよりも、輝かしい部分の方が見えてきたときに、ここおかしくないって、ちらっと言ったりする方が、私は聞く。なるほど。わかります。非常に勉強になりました、今。ギャー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 と、非難を続けているよりも、いいところで、人差しで、方向を変えるっていう方向。これは、私もこれから学んでいきたいというふうに思いますが、スポーツゴジラさて100号を目指しているということなんですけれども、はい、で、その100号先にはどんな風な未来があるっていうか、どんな風な未来になってほしいと思われてますか？だから一人一人のアスリートが、やっぱり、これは楽しかった。これやってよかったって一人一人が思えるようになってもらいたいっていうのがあって、あと7年かけて、もっともっとそういう、豊かな人を増やしたいな、と思っているんです。で、100号、ある時から言い出しちゃったんですけど、今年1年は続けられそう、来年は続けられそうって言ってたんですよ。そしたら、大批判を受けたんですよ。そうやって、ちょっとずつ先って考えるのは間違いである。やっぱり100ぐらいのことを言って、スポンサーなりなんなりを揺さぶるようにしていかないと人は動かない。で、そういうふうにしてきた。だから、批判の時もここ一番の批判と、そうじゃない時は、一生懸命やってらっしゃると思いますよっていうところから言って、それで、ところでこれはどうですかみたいに言うと、いや、実は困ってるんだよね、みたいな。なんていうのかな。そうじゃないと人って動かないんじゃないかなと、私は思ってます。なるほどね。長田さん自身は、ずっとスポーツと関わってこられていて、もうスポーツが嫌になったっていうような時期はなかったですか？なんといういい質問でしょう。しょっちゅうですよ。まずオリンピック関連などについては、本当に毎日もう寝られないぐらい考えたし、私はスポーツがあったからこそ今の人生が、ある。要するに本当に地下43ぐらい、3回ぐらいまで落っこっちゃった気分の時に、スポーツを見て助けられたっていうふうに思ってきた人間なので、何かを返したいとずっと思ってきたんですよ。それにしても全く違う方向を向いている人というのが世の中にいて、スポーツを利用してやろう。オリンピックを利用してやろう。そして自分で私服を肥やそう。みたいな、こういう人たちがものすごくたくさんいるんだっていうことに、時々、なんて嫌なんだろうっていう、
狩猟が上がってしまうというか、冴えないなと、こういう風にはなりたくないっていうものをたくさん見てしまうことがあります。なるほど。こういう風にはなりたくないっていうことで、それでこういう風になりたいっていう形のものを、これで、表に出して来られ続けた。そして、あと7年間ということですね。そう。大体7年って言ってたら、まだ、命ある限りやるっていう人が出てきて、何を世の中の人は言うんだろうって、いつも思います。最後に、今回さ、3回連続して、長田さんに出ていただいて、非常に楽しかったっていうか、もう自分が喜んでも仕方ないんですけど、面白かった。私も勉強になりましたけれども、長田さんの一番好きなスポーツってあります？ボクシングですね。ああ。なるほど。ボクシングは近々なくなるっていうふうに、ロッキー・マルシアーノという人が本にも書いてるんですけれども、それはどう思われますか？昔からそういう人はいますし、それから、なんていうか、ボクシングほど野蛮なものはないとか、悪いこともたくさん言われるんですけど、とっても嫌だなと思うこともたくさんあります。それは才能のない人がボクシングをやっているのを見なきゃいけない時です。そうじゃなくて、井上直太さんみたいな素晴らしい人のものが、本当にペイテレビでしか見られない。そういうことも嘆いております。なるほど。やっぱり、いつでも茶の間にあったからこそ、私は中学校時代にボクシングというものを見て、母にすごく嫌がられたんですけど、これは面白いと思ったんですよね。そういう茶の間にあるものって、ついつい見てしまったりすることが、実は人に影響を及ぼすって思うので、なんか。なるほどね。アリの時代ですか？わかる。はい。モハメド・アリの時代ですか？もうそんな、もっともっと昔ですよ。もっと前の。はい。シンデレラボーイと言われた人をご存知ないですか？西条正蔵ですか？私はファイティング原田さんだったな。ファイティング原田がジョージ・ファーメンションに、3階級を、阻止されて、リングの外にまで、撃たれた時には、本当に震えましたね。怖くって夜寝られなかったですね。で、その後、私はボクシングで、具志堅用高さんが、チャンピオンになられる時から、チャンピオンで亡くなる時まで、ずーっと一緒にいましたけれども、素晴らしいスポーツですね。ボクシングは、本当に。私は浜田剛という人がとても好きだったので、追っかけだったんです。なるほどね。どうやって人間は生きていくっていうのがいいのかっていうことを随分と見せていただいたという気がして、この人にはもう手を合わせたいような気になるんです。なるほどね。ここで、そしたら私も、長田さんが偉い告白をしてくださったので、私も一つ、秘密を明かしてしまいますと、具志堅が最後、沖縄で負けますよね。バルガスに撃たれて。日の、負ける前に、具志堅のジムの仲のいい人たちでみんなで、この試合が終わったらみんなで、具志堅は引退しますということにしましょうと。いうことにして、誰が金平会長をリングの上に登るのを止めて、誰がマイクを持って差し出して、誰が、具志堅の周りに寄ってくる人を止めてっていうことまで決めていたら、具志堅が負けちゃいました。やっぱりそういうことがちょっとでもあると、戦えなくなるっていうほど、ある意味で、怖いスポーツであるし、真面目な真摯なスポーツ
とも言えますね。私がこれは初めて公開した話です。まあ、今日はもう、長田さんに聞いていただいたお礼にこんな話をしてしまいました。ということで、長田さん、ゴジラについて、もういいですか？あと何か話し残したことがあれば言ってください。都営地下鉄各駅にゴジラが出かけていきますので、どうぞ手に取っていただいて、それで電車の中で読んでいただきたいなと思っています。スポーツの深さや、ってびっくりするようなことを感じていただきたいなと思っています。ぜひ地方にもね、読みたい人はたくさんいると思いますんで。はい。それは、これでもあれを、ホームページを紹介して、バックナンバーが欲しい方は、それの申し込みの方法が、ホームページに出てますから、それに申し込んでください。ということで、私も原稿を書いておりますんで、ぜひとも読んでください。ということで、長田さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。またこれに懲りずに、またもう一度、時間が経ったら、はい。ぜひともよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。